最速でお願いしますこの手ですね父から私が言われていたのは、小さいからスピードで動くしかない、これからこう動く。あれって確かにそれ初動だから 0. 数秒遅くなるよなっていうのは言われてすごい納得。じゃあ引き続き、はい、浅井流空手ですかね。はいっていう名前でいいのかな。いいのかな、私もわかんないわかんないけど、はい、じゃあ、はい、引き続き浅井先生から空手を学んで、教わったことをね、そうはいはい、浅井先生が教わったことを、はい僕が聞く形でちょっと基本を教わりたいなと思いますが、はいはい、次は何を。はい、うちの父が私にも教えてたんですけど、よく海外の、合宿とかセミナーでもやってたことなんですけど、前屈で移動、すごくこの昭和の人たちは皆さん多分同じ移動の仕方をすると思うんですけど、だいぶ昭和のね技術がこう、変わってきてるのですごく古いことなんですけど、ちょっと前屈で移動していたようなつきながらでもいいので、追い突きみたいな形ですか。はい、これを最速移動でお願いします。最速移動、はい、ドキドキするな最速でお願いしますこの手ですねはい、ここで、うちの、父から私が言われていたのは、小さいからスピードで動くしかない、スピードで動くしかないので、大泉だとしたらこのままこう動く、これからこう動く、これ前屈なんですけど、こっから今こうされてるんですけど、今こうされてるんですけど、この一瞬の間がスピードが落ちるので、何もここから動かないんです。動かなくて膝が抜けるんです。膝が抜けるから、膝が抜けるときに月が出る、膝が抜けるときに月が出るようにをずっとで、そうするとこう立ってる時にもこうじゃなくて、多分先生試合とかでやってらっしゃるんですよ。こう立っててこうするじゃないですか。このままこうじゃなくて、ここからこれでもう乗るので、ここで乗るから距離が詰まるんですよね。乗るから距離が詰まるんですよね。っていう、この膝をこれをしないで、こうした状態で抜いて動く。そうか、僕いつもこれしてから抜くんで、そこが遅いってことですよね。そうです。そうか、このまま抜いて動くです。なるほど。はい、でこれコツがですね、抜いたらすぐ動いちゃうと遅いんです。抜くの早くするじゃないですか。抜いて倒れそうになったら足出すんです。倒れそうになったら足出して押してあげるっていう。抜くのももっと早くです。抜くの早くです。これが溶けるようにこういってですね、今月先生がテアトルに来るとマットが離れているスッと抜く、スッと抜くです。でもちょっと入っちゃうな、どうしても前足が。そう、ふっと抜く。意外と多分癖になってるんですよね、初動が。もうこれがね、そう、わかりますわかります。癖になってるともう、普段やらないことだから。こう
抜くんですけど、前にベクトルは前に行くんですね。そうですそうです。それで前に行きながら、さらにこの前に行くけれ、こうなったら行くけど、これがまた押してあげる。はい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 。でこのふって抜くっていうのが、なんか、これは武術的なものになっちゃうんですけど、相手がパンチが来たとします、正拳で、これをこうするとか、なんかこう来た、はい、こう入るとかっていう時も、しゃがんで入るんじゃなくて、この膝の抜きなんですよね。だから速い、速い。筋力があるとこういう動きができるんですよ。こういう動きができるんですけど、筋力がないから、ここからもうどうぞ抜くんですよね。もうただ抜いてストンって降りるっていうことにも使えるので、これをすごい、こんなんでいいですか？地味ですよ。大丈夫ですか？全然大丈夫です。大丈夫です。大丈夫ですか？そんなの見たくねえんだよって。すいません。大丈夫です。僕のチャンネルだいぶ純度高いんで。すいません。もう昭和のすごい昔の方は皆さん多分これ練習してた。そうバツ銃、ごめんなさい、バツ銃って僕の言葉やな。膝抜きっていうのは意識はしてたんですけど、僕が今までさっきの言われてもそうだったんですけど、このままだとしづらいから、こちらに次の足を作ってから抜いてたんですよ。なんで言われて、確かにそれ初動だから 0. 数秒遅くなるよなっていうのは言われてすごい納得。そう、これ実はですね、私の知る限り、昔うちの方の流派では、男審査で移動するときにこれがだったら初段もらえなかったんですよ。でもなんか改訂されたみたいで、結構こうやって動いてらっしゃる方いらっしゃる。私の時代はこれでもう初段もらえなかったんで、うちの父ちゃんが規定作ってたからだから段を通らなきゃいけないので、ひたすらいや、そう今言われてちょっと、でも今までこれでやってるから結構考えないと、今僕の中ですっごい分かるんですよ。やっぱりまだこれでこの状態、細かいところなんですけど、これないと抜くの簡単なんですよね。僕的にはもうこうすると、この貼るものがないんで、もうそもそも棒一本で立ってるからスコンって勝手に抜けるんですけど、こうしてるとなんかこの足が邪魔でイメージ的になんか抜きづらくて、僕の中でこれがね、盲点がありましてですね、ちょっとずらしてください。ずらして抜いてください。はい、この時点でですね、ちょっと止まってください。この時点で膝と親指の向きがなってるので、何かの時に靭帯を損傷するリスクがものすごく高いんです。だからすごく筋力がない方がこれをやると靭帯を痛めてしまう。で、筋力があるからこれでやれてこれたんですけど、このうちの父が言うには、こう私は使ったことないですけど、出る時にこれをずらすじゃないですか。この時にこうずらすじゃないですか。ずらして前に出たらこの時に膝を折りやすいというか、膝を痛めすることがしやすい。で、この抜いた瞬間に初動が分かるっていうことでなんです。でも筋力があるし、もうね、それで別に今だかつて困ったことがないですからいいと思うんです。まあでもあれですね、でもそれこそパンチ打つ時とかもそうなんですけど、やっぱ出力する時はつま先と膝を揃えるっていうのはパンチでも一緒なんですね。普通のこういうパンチの時でも一緒なんで、移動の時だけそういえばずらしてるっていうのは今気づきました、言われて。確かにこう、要はここで蹴る時もつま先と膝が揃ってればこっちにパーンっていけるのは、間違いなくあれなんですよね、その足の出力ってやっぱつま先と膝が揃ってる方に出るので、そう
言われてみりゃ当然なのに全然気づかなかったですね。ちょっとは役に立ってたかな。ありがとうございます。面白い。でもそうもう足、多分ここでずらさなきゃいけないのは足首がちょっと硬い、ああ、まず多分それはあるかもしれない、足首の硬い方はこうずらされる方が多いので、足首をちょっと柔らかくせないと、しといた方が。でも、この方が絶対この後のこれが早いんですよね、間違いなく。あと強い、強い、確かに、ちょっと課題やなこれ。先生はもうご自身のやり方で全然問題ないと思います。こうなんかねっていうことをせっかく知ったのになんかできないところじゃないですか。そうか。でもちょっとこの、前回の癒し、北川先生の癒しでもそうでしたけど、ちょっと硬い。体全体筋肉も硬いので、ちょっとこれが抜きがやっぱ、確かにちょっとなんかこの瞬間に若干、引っかかりがあるんですね。あるんですよね。なんで多分これが、いかん。ここをそのままこういければね、いいんですけど、もしかしたらこういう、これは白鶴剣の方の鍛錬なんですけど、こういう練習があるんですよ。これは白鶴剣になっちゃうんですけど、こう乗るんですね。乗るで、親指より膝は出ないんです。出ちゃうと抜きすぎるので、これ前に出ないんでね、足首をこの慣れるっていうんですか、こう体重が同じようにこう体重がよいしょ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 、思ったよりよいしょ、そう、こう乗る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 、そうするとそこでスッと落とすとスッと。まずあれだったらこういうこの乗る練習をこうするんですね。しといてグッ、なるほど。これイメージ確かに後ろから前に来るからイメージがしやすい。そうです。ああ、なるほど。そうです。ということは今できてるから足首が硬いわけじゃないので、かもしれないですね。癖があるので、もしなんかね有効的に使えるところがあれば。そうか。でもこれ今すごいこれ分かりやすいな。後ろから来たやつでふわっとするんだから、これもイメージ極端なし、こうしてこう、そうですね、こうしてそうです。なるほど。直美がおーって顔してる。これ分かりやすいな。そうするとこっからのこの最中だっていう認識にしてから、そうです。からそうです。これを素晴らしい。これを移動にしていかなきゃいけない。素晴らしい。もしかしたらそうですね、前屈する時にここで止まってるのかもしれないですね。そうですね、イメージが多分止まってる。イメージがね、多分ここでもうずっと動いてるので、ずっと動いているので、ここから動き出そうとしてるから多分動きがダメなんで、でも最初こういう練習やな、多分こう動いて。動いちゃった足が。やっちゃいましたね今。ここどうしても癖が出るな。もう全然コウケ先生には必要ないと思うので。そうです。練習しておきます。必要ないことは練習しなくていいです。いや、なんかですね、この菊野先生のところの大会行った時のルルブルールとかの顔面上段寸止めとかだとこれ使えそうなんで。本当ですか。最近ルルブっていうか菊野先生の大会行くと大会後に手合わせ稽古会でもう何十人の人と、もうだって大人気ですもんね。みんな並んでますからね。なんか30分ぐらいひっきりなし休みなしでみんなさん来るんで、いろいろ試してはいるんですけど、なんかこれ使えそうだなっていうちょっと感触があるんで、次の機会で試せる練習してください。もし何かのお役に立てたら、こんなもう今ではみんなやってないなっていうことをずっと守ってやっているっていう。
少しだけいにしえの、部分に触れられたかなと、あとちょっと僕もあれですね、こう膝抜きしやすい角度がこうだったっていうので勝手に変えちゃってる部分があるんで、ちょっと反省。いやもう筋力があるから大丈夫なんです。筋力がない人それやると人体切るんで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫ですか？全然大丈夫です。大丈夫ですか？どうせ純度高いね皆さん。ありがとうございます。もう僕のチャンネル93% 男性で80何%が35歳以上の人しかいないんで、うちのチャンネルなんか実際もう約 88% ぐらいが35歳以上の男性っていうなかなか濃いチャンネルなんで大丈夫だと思います。すいません。フルコンタクト空手家あるあるで、もう左の親指を、自爆する、こうすると当然相手の、膝に自分の足がガツンって打ったりとか、こう足首とかで相手の膝とかガチン蹴っちゃうともう一発で足首とかダメになっちゃうので、こういう自爆ってめちゃくちゃ多いんですけど、これも受けれる状態で蹴っちゃってるんで自爆するんです。なので相手が受けれない状態で蹴れば自爆はしないんです。おっすや、どうもありがとうございました。今回ちょっと、浅井先生の方から、ちょっと古い空手っていう言い方はちょっと失礼なのかわかんないですけども、お父さんから教えてもらった、空手の基本の、部分について教わったので、ちょっと自分の基本をですねちょっと見直して今度の稽古にちょっと生かさせていただこうかなと思います。いやもう全然ありがとうございました。でですね、あれですね、ちょっとここからちょっと浅井先生の方からせっかくなんで英雄伝の話からしていただければなと。英雄伝の、はいわかりました。英雄伝9月3日から配信しておりますので、ぜひ皆さん英雄伝いろんなAmazon プライムとか YouTube のあれとかあれとかで配信してますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。多分情報は概要欄の方に貼らせていただきますんで、そちらのあれはそちらでご確認ください。見れば強くなる、武術のアクションですね。もうしかもアクションの内容はアクション俳優じゃなくてガチ武術家のアクションなので、ぜひそっちですね、武術好きな人も、アクション好きな人もぜひご覧ください。よろしくお願いします。いつも通り締めます。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。日頃僕のチャンネルを見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して、これからも空手高校決の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。毎回噛みそう。大丈夫、バッチリです。今回ちょっとご質問いただいた、ローキックの、流しですね。実はこの流しに関しては僕に関してはもう本当試合中に偶然できた技で、あれ？誰に？どうぞ。マジで？